皆さんこんにちは。例の日本語ポッドキャストへようこそ。今日は日本でよく聞く、それやめた方がいいよということについてお話しします。日本ではそれやめた方がいいよと言われること、実は結構あります。でもそう言われた後に、どうしてと理由を聞いても、はっきりした理由を教えてもらえないことが多いです。例えば、それはやめた方がいいかな。一応しない方がいいかも。まあ気にする人もいるから、みたいな言い方です。強く絶対ダメと止められるわけではないけど、少し気になってそのままやめておくということも多いと思います。今日はそんな日本人がなんとなくやめておいた方がいいと思うことを3つ紹介します。まずよくあるのが数字の話です。例えば4という数字をあまり使わないようにするという話があります。これは韓国でも同じみたいですね。日本では病院の部屋番号やホテル、マンションの部屋番号で4が使われていないことがあります。この理由を聞くと、なんとなくいい感じがしないからと言われることが多いです。多くの人が考えるのは、4は死と読むから死ぬという言葉を連想してしまうという理由です。同じ理由で9を良くないと考える人もいます。これは9は苦と読むこともあって、苦しいの苦を連想してしまうからです。詳しい話はあまりされませんし、気にしない人もたくさんいます。ただ、なんとなくいい気持ちがしないという人もいます。次は、ご祝儀の金額の話です。ご祝儀とは、結婚式の時にお祝いとして渡すお金のことです。結婚式のご祝儀は2で割れない金額にするという話を聞いたことがある人も多いと思います。日本語で2で割れる数字、2とか4とか6のことを偶数、2で割れない1とか3とか5とかの数字のことを奇数と言います。日本ではご祝儀として渡すお金は2で割れない金額を渡した方がいいと考える人が多いです。友達や親戚のご祝儀では3万円とか5万円を渡す人が多いですね。これは2で割れると別れるイメージがあるからと考える人が多いからです。でも本当に2で割れる金額をご祝儀で渡すと別れてしまうんだと考えているのではなくて、一応そうしておこう。私は気にしないけど、もし受け取った人が嫌な気持ちになったら嫌だからという軽い考えの人が多い気がします。次は結婚のお祝いのプレゼントの話です。結婚のお祝いで渡すプレゼントで、それはやめた方がいいかもと言われるものもいくつかあります。まずよく言われるのが刃物です。刃物とは包丁とかハサミのことです。理由としては、切れるものはいいイメージがない。関係が切れる感じがする。と考える人がいるからと言われています。でもこれも本気でダメというより気にする人もいるからという言い方で止められることが多いです。また割れやすいものも良くないと言われます。例えばグラスや食器などですね。割れる、壊れるという言葉を思い出すから良くないと思う人がいます。でも最近はあまり気にしない人も増えていますし、実際にプレゼントされることもあります。それでも誰かに相談すると、
それはやめた方がいいかもね、と優しく言われることはまだあります。あと、少しびっくりする人も多いのがハンカチです。ハンカチは漢字で書くと手切れと書きます。この切れという字が切れるから別れるという言葉を思い出すから良くないと言われることがあります。正直これを知らない日本人も多いです。私も最近知りました。でも年配の人、おじいさんやおばあさんに聞くと、それはちょっと良くないかなと言われることもあります。では、日本人は本当にこういうことを信じているのかというと、多分そうでもないと思います。これは本当にダメと強く思っているというより、後でちょっと気まずくなりたくない。私は気にしないけど相手が気にするかもしれないという気持ちが近いと思います。なので理由を聞かれても、なんとなくとか、昔からそう言われているからで終わることも多いです。日本ではこのように理由はよくわからないけど、迷ったらとりあえずやめておくということが結構あります。気にする人もいれば全く気にしない人もいます。これが絶対正しいという答えがあるというよりも、こう考える人もいるという感じかもしれません。今日は日本でよく聞くそれやめた方がいいよということについて話しました。知っているものはありましたか？また皆さんの国でも同じようになんとなくそれやめた方がいいよと言われることはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日の動画はここまでです。また次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。